皆さんこんにちは。レジン大好きこうやみです。今日はセリアで新発売したチャーム型スティックプレートを使ってネームタグを作ります。旅行バッグやトートバッグ、あなたの大切な手荷物の紛失を防ぐオリジナルタグの作り方を3通りご紹介するので、ぜひあなたの目的に合ったタグ作りにチャレンジしてみてください。それではセリア新商品チャーム型スティックプレートを使ったネームタグの作り方3つ始まります。こちらがセリアで今回新発売したシリコンモールドチャーム型スティックプレートになります。ここの商品見本を見ていただいてもわかる通り、タグを作れるシリコンモールドになります。私は今回端っこが丸くなっているタイプのチャーム型スティックプレートを購入しましたが、こちらなんと縁がスパッと縦に切られている長方形型、鯉のぼりのようなフラッグ型、それから商品タグによくありそうなこのね、片方にだけカットが入ったタグ型のものと、今回私が購入した丸っこい可愛らしい形の4種類の形があります。すべて厚みは 4mm、 穴は直径 2mm になります。バーコードはこちらになります。こちらのチャーム型スティックプレート、2つのタグを一気に作ることができます。上も下もね、形は全く同じになっています。こちらのシリコンモールドはモールドから取り外した瞬間から穴が開いているタグを作ることができるので、穴開けの手間がなく初心者の方におすすめのシリコンモールドです。この辺を見ていただきたいのですが、ゴミがついています。このようにシリコンモールドは開封したてでもゴミがついていることが結構あります。レジンを入れる前にまずはね、掃除から始めましょう。テープを使ってシリコンモールドの表面をペタペタと掃除していきます。この時にこのね、レジンを入れる内側だけではなくて、外側や側面、裏面もきれいに掃除してあげましょう。掃除をすることができました。そしたらこのね、シリコンモールドにレジン液を入れていく前に、今回はパーツから手作りしていこうと思います。桜のパーツを作っていきます。こちらのセリアの装飾パーツを使って桜を作っていきます。朝食パレットの上にレジン液を1滴のせます。レジン液をのせることができたら、このね、レジン液を囲うように5枚の花びらを並べていきます。5枚の花びらをのせることができたら、同じ手順で桜の花をいくつも作っていきます。花びらを5枚並べることができたら、中心にブリオンをのせます。中心にブリオンを配置することができたら固めてきます。固めることができたらパーツをマットから取り外します。作った桜をシリコンモールドの中に封入していきます。まずシリコンモールドに透明のレジン液をザザザッと入れて、全体に伸ばし広げていきます。全面にレジン液を伸ばし広げることができたら、桜のパーツをひっくり返して封入していきます。桜を入れることができたら花びらを散らしていきます。
桜を並べることができたら固めます。固めることができたら、こっちのね、右端の方にピンクで着色したレジン液を入れていきます。固めます。固めることができたら、セリアのオーロラパウダーピンクを少量のレジン液と混ぜ合わせます。シリコンモールドに透明のレジン液を重ねて、でこのね透明のレジンの中にまた桜を封入していきます。こちらね、ブリオンをつけてないバージョンの桜も作ったので、こちらを封入していきます。オーロラパウダー入りのレジン液で模様をつけます。模様をつけることができたら固めます。固めることができたらもう一回ね、縁がいっぱいになるまで透明のレジン液を足して固めます。最後の層にも桜をのせることができたらライトで固めます。固めることができたら硬化熱が冷めてからモールドからレジンを取り外します。モールドから取り外すことができたら、1つ目のネームタグの作り方、出来たてほやほやのこちらの土台の上にまずは透明のレジンをのせます。調色スティックを使ってレジン液を全面に伸ばし広げていくのですが、この時このね穴を塞いでしまわないようにだけ注意してください。穴を塞いでしまうとまたね穴を開ける手順が必要となってきてしまうので、ここをね注意してあげると時短することができます。穴を塞ぐことなくレジン液を伸ばし広げることができたら、こちら名前を印刷したシールを用意します。もしねシールがないという場合は、このような100円ショップでも売っているアルファベットのシールをご用意ください。シールを封入します。シールの表面までレジン液で覆うことができたら固めます。固めることができたらひっくり返して裏側にもレジンをのせます。穴を塞いでしまわないように気をつけながら全面にレジン液を伸ばし広げます。全面に広げることができたら固めます。固めることができたら1つ目のネームタグの出来上がりです。簡単に売り物のようなタグを作ることができました。2つ目のネームタグの作り方、こちらのペンを使って名前を手書きしていきます。名前を目立たせたい場合は黒などのはっきりしたお色を使って、名前をね目立たせたくない場合は黄色などの薄い色を使うことをおすすめします。
今回は黒を使います。一発書きに不安がある場合は、このように下書きを書いた紙を下に引いて、この上からなぞっていきます。名前を書くことができたら、名前が消えてしまわないようにレジン液を重ねます。文字をしっかりとレジンでね、覆うことができたら固めます。固めることができたら、2つ目のネームタグ完成になります。1つ目の方法よりも簡単で自由度が高いので、オリジナルのタグを作ることができます。3つ目のネームタグの作り方。まずはティッシュを下に引きます。下にティッシュを引くことができたら、ダイソーの電動ルーターをご用意ください。こちらのルーターを使って名前を刻んでいきます。先ほどと同じように下書きの紙を引いて、それをなぞるように削っていきます。文字を刻むことができたら、削りカスを処理します。削りカスを処理することができたら、3つ目のネームタグの完成になります。角度をつけると名前が浮かび上がる不思議なネームタグを作ることができました。今回はセリアで新発売したチャーム型スティックプレートを使ってネームタグを3つ作ってきました。もうすぐ新生活が始まる方も多いのではないでしょうか。オリジナルタグを使って新生活を楽しんでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。